今日は服を買う場所について紹介したいと思います。早速ですが、サナさんはどこで買うことが多いですか？私今、服は買わないでレンタルしてます。レンタルですか？はい。エアクローゼットって聞いたことありますか？いえ、初耳です。毎月、スタイリストが選んでくれた服が家に届くんですよ。なので、おしゃれかついろんな服を着ることができるんですよね。そんなサービスがあるんですか？でも、レンタルってことは返却しないといけないですよね。気に入った服があった時、短い期間しか着れないのはちょっと残念ですね。いや、欲しい服があった場合は買い取ることもできるんですよ。おそらく結構な人が買い取りしてるんじゃないかな。手元にあるとやっぱり欲しくなっちゃうんですよね。ヒロさんはどこで買ってるんですか？僕はユニクロ一択です。値段の割に質がいいですし、シンプルな服が好きなんで、もうずっとユニクロで揃えてます。ユニクロ確かにいいですよね。でもずっとユニクロだと飽きたりしません？僕はあんまり服にこだわりがないんですよね。逆に毎回選ぶのがめんどくさいんで、シンプルなデザインが一番ですね。なるほど。確かに選ぶ時間も節約できますもんね。でもたまには新しいスタイルに挑戦してみるのも楽しいかもしれませんよ。ヒロさんみたいにシンプルな服が好きな人でも意外とこんな服も似合うんだって発見があるかもですし。そうですね。でもまあやっぱりユニクロでいいかな。Hi there, ジュリです。では早速、今日の会話の解説をしていきます。少し長いですけれども、すごく勉強になると思うので、ぜひ頑張って最後まで聞いてください。今日は服を買う場所について紹介したいと思います。早速ですが、サナさんはどこで買うことが多いですか？私、今、服は買わないでレンタルしてます。レンタル。これは貸す、借りるの契約をして、物を借りることです。例えば、旅行の時はいつも車をレンタルします。つまり、旅行に行った時はいつも車を借りているという意味です。なので、サナさんは今服を買わないで借りているんですね。レンタルですか？はい。エアクローゼットって聞いたことありますか？いえ、初耳です。毎月スタイリストが選んでくれた服が家に届くんですよ。なので、おしゃれかついろんな服を着ることができるんですよね。スタイリスト。これは服や髪型の形や組み合わせを考える人です。仕事の名前ですね。とてもおしゃれな人です。例えば、友人はスタイリストとして働いている。かつ、A かつ B。これは A と B が同時であること。そしてと似た意味になります。例えば、母は会社員かつ主婦なので毎日忙しい。お母さんは会社員で、そして主婦でもあるという意味になります。なので、サナさんはここでスタイリスト、おしゃれな人が選ぶ服をいろいろ着ることができるというふうに言っています。そんなサービスがあるんですか？でもレンタルってことは返却しないといけないですよね。返却。これは借りたものを返すことです。少しフォーマルな響きになります。例えば、図書館の本を返却しました。図書館の本を返しましたという意味になります。つまりヒロさんは服をレンタル、服を借りたら返さないといけませんよねとサナさんに確認しています。気に入った服があった時、短い期間しか着れないのはちょっと残念ですね。いや、欲しい服があった場合は買い取ることもできるんですよ。おそらく結構な人が買い取りしてるんじゃないかな。買い取る。買い取る。これはお金を払って商品や物を購入することです。よく
中古や古いもの、すでに使われたものを買うときに言います。例えば、古い家具を買い取ってもらいました。つまり、サナさんは服をレンタルですでに使っているので、今回は買い取るという言葉を使っています。おそらく。これは多分と同じ意味です。少しだけフォーマルな響きです。例えば、Amazon の荷物はおそらく明日の午後届きます。つまり Amazon の荷物は多分明日の午後届きますという意味になります。なのでサナさんは、もし借りた服に欲しいものがあったときは買うこともできます。多分たくさんの人が買っているんじゃないかなと予想しています。手元にあるとやっぱり欲しくなっちゃうんですよね。ヒロさんはどこで買ってるんですか？手元。これは自分の近く、または自分が今持っているもののことを言います。例えば、私はいつも辞書を手元に置いています。つまり、私はいつも辞書を持っていますという意味になります。やっぱりよく会話の中で使います。気が変わる、考えが変わるときに使います。いろいろな使い方があります。今日の会話の一番最後にも出てくるので、比べてみてください。このやっぱりは、例えば、今日はカレーを作るつもりでしたが、やっぱり唐揚げにしました。カレーを作ろうと思っていたけれども、気が変わって唐揚げにしました。という意味です。つまり、サナさんは服を借りて、服を持っていると、気が変わって欲しくなってしまうというふうに言っています。僕はユニクロ一択です。値段の割に質がいいですし、シンプルな服が好きなんで、もうずっとユニクロで揃えてます。一択。これは選ぶものが一つしかないという意味の強調です。例えば、私は暑い場所が好きなので、日本に住むなら沖縄一択です。沖縄はとても暑い場所なので、もし日本に住むのであれば、沖縄しか選びませんという意味になります。割に、これはこのぐらいかなと思っていたのに、本当は違った時に使います。例えば、彼は年齢の割に若く見えます。彼は20歳ぐらいに見えます。でも、本当の年齢は50歳でした。これは20歳に見えるけれども、本当は50歳。思っていたのと違いますよね。そういう時に使います。つまりヒロさんはユニクロの服に対して値段でこれぐらいの質かなと思っていたけれども、質が良かった。値段で想像していた質よりも良かったというふうに言っています。もうにはいろんな意味があるのは皆さん知ってるかと思います。今回はずっとを強調したもうです。例えば、昨日の宿題はもう本当に大変でした。これは本当にを強調しています。なので、もうがなくても文章の意味は通じます。昨日の宿題は本当に大変でした。昨日の宿題はもう本当に大変でした。もうをつけることですごく本当にが強調される形になります。シンプル。形やデザイン。考え方が簡単で分かりやすいことを言います。例えば、漢字の1から3はシンプルだが4から複雑になる。
漢字の1、2、3は簡単ですが、4から複雑になりますという意味です。揃える。これは必要なものをまとめたり、同じ種類のものを集めたりすることです。例えば、家の家具は全部 IKEA に揃えました。英語だと IKEA になりますね。日本語は IKEA と呼びます。つまり、全部の文章を言うと、ヒロさんはユニクロの服の質がいい。そしてシンプルな服が好き。なので、ずっと長い間ユニクロの服を集めています。ユニクロの服を着ています。というふうに言っています。ユニクロ確かにいいですよね。でもずっとユニクロだと飽きたりしません？たりしません？これは動詞とませんかと同じ意味です。話し言葉ですね。例えば、明日は休みですが仕事に来れたりしません？これは明日は休みですが仕事に来れませんかと同じ意味です。たりをつけることで少しだけ柔らかく聞こえます。つまり、サナさんはユニクロだと飽きませんかと聞いてもいいんですが、柔らかく質問をしたいので、飽きたりしませんというふうに聞いています。僕はあんまり服にこだわりがないんですよね。逆に毎回選ぶのがめんどくさいんで、シンプルなデザインが一番ですね。逆に、これは何かに対してその何かとは違う立場や考え方を言うときに使います。例えば、大好きなうどんを食べ過ぎて逆に嫌いになった。つまり、うどんが大好きだったのに食べ過ぎたことで逆に反対に嫌いになってしまったという意味です。ここでヒロさんは、サナさんがずっとユニクロだと飽きたりしませんかと聞いたことに対して、ユニクロ以外の服を選ぶことがめんどくさい。飽きるとは反対ですよという説明のために逆にという言葉を使っています。なるほど、確かに選ぶ時間も節約できますもんね。でもたまには新しいスタイルに挑戦してみるのも楽しいかもしれませんよ。節約。これはお金や時間などを本当に必要なことにだけ使うことです。例えば、旅行のためにお金を節約しています。旅行に行くためにお金を本当に必要なことにだけ使っていますという意味です。挑戦。これは難しいことや新しいことをやってみることです。例えば、私は今年日本語能力試験に挑戦します。今年日本語能力試験を受けてみます。という意味になります。つまり、サナさんは、ヒロさんがユニクロがいいと言ったことに対して、確かにずっとユニクロを着ることで選ぶ時間を使わなくてもいい。だけど、たまには、時々という意味ですね。時々、新しいことをやってみることも楽しいかもしれないというふうに言っています。ヒロさんみたいにシンプルな服が好きな人でも意外とこんな服も似合うんだって発見があるかもですし、意外。これは思っていたことと結果が違うことです。例えば、昨日のテストは意外と簡単でした。これは昨日のテストは難しいかもしれないと思っていました。だけど、
実際は簡単だったという意味です。かもですし、これはすごく話し言葉です。知れないですよの省略になります。例えば、雨が降るかもですし、傘持っていきましょう。雨が降るかもしれないですよ。なので、傘を持っていきましょうという意味です。つまり、さなさんは、ひろさんはシンプルな服が好き。だけど、別の服や別のブランドを試してみると、こんな服が似合うんだと自分が思っているシンプルな服がいいと思っていたこととは違う発見があるかもしれないというふうに言っています。そうですね。でもやっぱりユニクロでいいかな。やっぱりまた出てきましたね。これはさっきの文章とは違って何かと比べてもう一度考えたときにもう一度考えたものがいいと思うときに使います。例えば、日本のいろんな場所に行きましたが、やっぱり東京が一番楽しいです。これは東京と日本の他の場所についてもう一度比べて考えたときに東京がいいと思ったのでやっぱりを使っています。つまりヒロさんはユニクロと他の服を考えたときにユニクロがいいなと思ったのでやっぱりユニクロがいいですと言っています。では最後に2人の会話を声に出して一緒に読んでみましょう。今日は服を買う場所について紹介したいと思います。早速ですが、サナさんはどこで買うことが多いですか？私今、服は買わないでレンタルしてます。レンタルですか？はい。エアクローゼットって聞いたことありますか？いえ、初耳です。毎月、スタイリストが選んでくれた服が家に届くんですよ。なので、おしゃれかついろんな服を着ることができるんですよね。そんなサービスがあるんですか？でも、レンタルってことは返却しないといけないですよね。気に入った服があった時、短い期間しか着れないのはちょっと残念ですね。いや、欲しい服があった場合は買い取ることもできるんですよ。おそらく結構な人が買い取りしてるんじゃないかな。手元にあるとやっぱり欲しくなっちゃうんですよね。ヒロさんはどこで買ってるんですか？僕はユニクロ一択です。値段の割に質がいいですし、シンプルな服が好きなんで、もうずっとユニクロで揃えてます。ユニクロ確かにいいですよね。でもずっとユニクロだと飽きたりしません？僕はあんまり服にこだわりがないんですよね。逆に毎回選ぶのがめんどくさいんで、シンプルなデザインが一番ですね。なるほど。確かに選ぶ時間も節約できますもんね。でもたまには新しいスタイルに挑戦してみるのも楽しいかもしれませんよ。ヒロさんみたいにシンプルな服が好きな人でも意外とこんな服も似合うんだって発見があるかもですし。そうですね。でもやっぱりユニクロでいいかな。お疲れ様でした。今日のレッスンはいかがでしたか？すごく長くなってしまいました。最後まで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございます。ただ、最後まで聞いた方は、きっと日本語の力がすごくアップしていると思うので、ぜひ次の動画も見てくれたら嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。お相手はジュリでした。またね。